京都練馬区の朝4時です。今日は多分千葉に向かいます。多分というのは、今回は一泊のモンキー旅行なのですが、行き先はあえて聞いてないんです。聞いていない。そう、この一泊モンキー旅行は一人じゃなくて二人なんです。お相手はこの方、林さん。大猿集会で出会ったのですが、住まいや年齢も近く、現在は単身一人暮らしといった境遇も似ていて意気投合。何度かツーリングしたり、二人で飲んだりしてるうち、この一泊旅行となったわけです。ライダーとしては先輩の林さんが計画から宿の手配など全部やってくれたんですね。この朝4時スタートも混雑や天候リスクなどいろんなパターンを検討して最善ルートを考えてくれたんですね。インカムがないので万一はぐれたりした時のために最初に今日の宿だけ教えてもらって私のナビに設定したんですよ。そしたらなんと到着予想時刻は朝8時前。するってと夕方に着く予定と考えても8時間分の寄り道や観光を計画してくれてるってことですよね。一体どこへ連れて行ってくれるんでしょう。とても楽しみです。少しずつ夜が明けてきましたね。朝露でシールドが曇ってきました。気温が上がってくれば曇りも取れるでしょう。朝日に向かって走る林さんから5光が差しているように見えます。そう、林さんの先導は慈悲に満ちている感じでとても暖かいんですよね。曲がり角を早めに教えてくれたり、障害物あるから気をつけてとジェスチャーで教えてくれたり、景色がきれいと示してくれたり、インカムはつながってないのにまるで会話をしているように感じます。そんな林さんが最初に連れてきてくれた場所は成田空港にほど近い飛行機の丘、人気の撮影スポットのようで、風向きや時間が合えば飛行機の離発着や
迫力あるシーンに出会います。還暦前後のおっさん2人には近寄りにくいスポットもありますが、若い方のデートにはぜひ。なるほど、こんな感じでさまざまな千葉の名所を紹介してくれるわけですね。これは次も楽しみです。次は、そういえば朝ごはんがまだでした。私は普段朝は食べてないので、食べなくても平気なのですが、今日は朝4時に出発してます。軽くでもお腹に入れておきましょう。軽めにしようということで、コンビニで買ったパンとドリンクを林さんおすすめの道の駅でいただくことにします。時間はまだ8時前。道の駅もまだ営業していません。着いたのは道の駅タコ。奥に川があってベンチで休めます。遊歩道もあるようですが、それはまたの機会に。朝日を浴びながらパンを食べるのもいいもんです。ちょうど隠れていいかもしれない。モンキー旅は始まったばかり。千葉の風景を楽しみながら次の場所に向かいます。海？千葉はあまり詳しくないので、成田空港も多古町も地図上の場所は分かっていなくて、突然の海に感動しています。モニターも接続失敗中。やがて着いたのは、おや？灯台？ここはどうやら犬吠埼という銚子市の灯台。地図で見るとこの先っぽあたり、ここで初めて現在地を地図で見て、こんなとこまで来たのかと驚きと感動に包まれました。景色も素晴らしいし、見どころもたくさんありました。でもまだ旅は前半。後ろ髪を引かれながら次へ向かいます。今までは町、田畑、森だった景色が海中心の景色に変貌します。それもそのはず、林さんが夜なめをしてコースを考えてくれたんです。時にはバイクを降りて海風を直接浴びて、厳選された気持ちいい道を心地よく走っていきます。通り雨に降られたりもしましたが、すぐまた気持ちいい道が続きます。お土産買ったり、気持ちいい道走ったり、
ランチを食べたり、気持ちいい道走ったり、景色のいい道走ったり、気持ちいい道走ったり、クジラの骨がある道の駅に寄ったり、気持ちいい道走ったりっていうか、違って気持ちいい道だらけですね。こうして気持ちいい道を走って無事にホテルに到着です。今日のルートはこんな感じでした。そしてホテルの部屋はお邪魔します。扉を開けると和室がお出迎え。お、広い。で、広場だ。おーさらに奥にも和室があって、おそしてその先は見事なオーシャンビュー。窓を開ければ波の音も楽しめます。ー完璧。絶景の温泉を堪能したり、豪勢な料理に舌鼓を打ったり、スタッフさんの対応も含めて素晴らしいホテルでした。翌日も旅は続きます。まずはモンキーたちにも朝食代わりにエネルギー補充。そして今日も気持ちいい道を思い切っていきましょう。でも今日の気持ちいい道は海ばかりではありません。林山源泉の山の気持ちいい道へ、林さんにつられて照れながら野営をしてみたり、上り坂になると JB02 の4速ミッションと JB04 の5速ミッションの違いを実感することもありますね。4速でちょっときつい坂もギアチェンジせずスイスイとか、逆にこっちがちょうどいい坂で、あっちは微妙に境目だったり、そういった違いも楽しみながらトイレ休憩を挟んで富津岬に到着しました。なんでしょう、キノコが重なった網だくじは。聞けば明治100年記念展望塔という五葉松をかたどった展望台だそうです。林さんが言うには、ぜひ登ってみてくださいと。一緒に登るのかと思ったら、登ったことあるので下で待ってますと。おう、ほほう。これは何かの試験かもしれません。今年のふるさと納税でシックスパッドを買ったので、その効果も試してみましょうか。しかし近づいてみると富士山くらいあるように感じます。
まあとにかく登ってみましょう。踊り場にはベンチもあったり、思ってたよりはきつくなく、登頂に成功しました。シックスパッドのおかげかもしれません。頂上からの景色は素晴らしく、見下ろすと林さんらしき人の姿があったので手を振ってみました。下に戻ると林さんは座って黄昏ていました。ずっと座っていたそうです。私は誰に手を振ったんでしょう。楽しかった旅ももう終盤です。次はどんな景色が待っているのやら、期待に胸を膨らませていると、おっとこの辺りはこないだ東海地方で走った疑似高速道路みたいな一般道。千葉のいろんな表情を見せてくれます。さらにしばらく進むと、なんですかここは。期待のはるか上を行く。景色が目の前に広がります。聞けば千葉フォルニアという道。なるほど。アメリカ西海岸なんて行ったことはありませんが、少し大谷選手に近づいた気がします。道の先は閑静な公園になっていて、海風が旅の疲れを癒してくれます。いや実際には疲れなんて全く感じていませんでした。この後帰路に着きましたが、終わってしまうのがもったいないほどの楽しい旅でした。企画、準備、先導、そしてご視聴ありがとうございました。今回の出費、ガソリン代1125円、ドリンク代439円、お土産代216円、食事代2355円、ホテルチクラ、1泊2食14,780円、合計18,915円。読み上げアプリアイビススピーチ、音声構成モデルアイビスハブ田中、出演、林さんと林さんらしき人、音楽、ドガシンドローム、アシンフーバイシンさんワークス、アームバイシンさんワークス。提供、田中。